どうも、フクロウです。はい、2026年ですね。一発目の Your Boots になります。今年からね、大晦日まで、通年募集してね、再開しますという、アナウンスをね、今年の一発目の動画でしたと思うんですけど、ということでね、記念すべき第1回ですね、3名の方にご応募いただきまして、それをね、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。はい、ということで早速、じゃあ1人目ですね。鬼レモンさんですね。ご投稿ありがとうございます。ではまずいただいた、文章からね、読んでいこうかなと思います。ではまず、ブランドですね。これが、TSUI と書いて、ついです。埼玉県川越市でパターンオーダーの革靴を製作しているお店で購入いたしました。ついいつも履いてしまう靴を理念に靴を作っている、ブランドです。この靴はパターンオーダーの上にメニューにはない特殊オプションをつけているので、おそらくモデル名は特にないんじゃないかと思いますが、私は勝手にモデル星野と呼んでいます。この靴のデザインはブルーアーカイブというゲームの、高梨星野の履いている靴をモデルにしています。靴のサイドに入っている白の脂肪側が特徴ですね。また、この脂肪側をここに入れるために、またより本家のデザインに近づけるために本来切り込む部分を切り込まないデザインに変更してもらっています。そんなオーダーが、既存のメニューにあるはずもなく特殊オプションということで無理なお願いを快く引き受けていただきました。モデル名も本家からいただいております。この靴は20歳の誕生日記念で作成したもので人生で初めての本革の革靴でした。誕生日の当日にオーダーして約半年後に受け取り、現在までに1年ほど履いています。履き心地はかなり気に入っています。ちゃんと足に合わせてオーダーした靴だからでしょうか。この靴を履いていて痛いと感じたことはありません。フクロウさんの動画でよく修行という単語を聞きますが、この靴では修行を経験しませんでした。革靴初心者なので他に比較する対象がないのですが、革が薄めで柔らかいというのも履き心地に影響しているのかもしれません。手入れは1回履くごとのブラッシングと月1のクリームでのケアですね。ただ月1と言いつつも暇の時に磨いたりしているので、実際には月1回以上ケアしている時もあります。現在は使っているうちに歩く時に左足から空気が漏れるような音がするようになってしまったので、仮の中敷きを入れてもらって、フィッティングの見直しをしてもらっている最中ですということで、オーダーシューズですね。僕はまだね、やったことないんですよ、オーダーっていうのは。でね、ちょっとこのエピソードにもありましたけど、この20歳っていう、人生の中でも、かなり大きな一つの節目、人生のね、節目の中で、ちょっとオーダーする。で、しかも人生初の革靴をそのタイミングでオーダーするっていうね、渋いなと。渋いなと思うし、自分もやればよかったなと。今をね、思うと、あれですけど、はい。ということで、ご投稿をいただいている革靴がこちらです。ちょっとね、黒っぽいベースに白のね、特徴的な帯のようにね、ラインが入っていますが、これが、さっきちょっとお話になったブルーアーカイブというゲームの高梨星野。これ調べたんですけど、女の子ですね、ピンク色の髪の毛のイラストあったんで見てみたんですけど、確かに、黒のベースに、白のラインが入ってて、で、シューレースの白で、靴底もおそらく白っていうね、デザインで、革靴、しかもオーダーシューズっていうところで、だいぶ技ありなね、靴だなと思いましたね。ちょっとスポーティーな雰囲気もありつつ、バチバチのいわゆるワークブーツのね、ゴリゴリした感じとかではなく、いろんな通常のファッションに取り入れられそうな、たださっき言った、ゲームの要素も入れつつというところで、トラクショントレッドのようなね、ちょっと白っぽいソールに、ベージュかな、ベージュのソールに、で、白のラインと白のシューレースというところで、これはネイビーなのかな、ボディ。ブラックってよりかはネイビーっぽく見えるけど違うかな。かなり履きじわも入ってね、経年変化も進んできているように見えるんですけれど、でもまだまだね、ここからもっと渋く、エイジングするかなと思いますので、やっぱ20歳のね、大人になる一つの大きなポイントで、手に入れた靴というところでね、なんか一つロマンというか、一緒に年を取っていくっていうようなね、感じがあるのがちょっと羨ましいなとすら思いますね。いや、いいな。で、でも履き心地もやっぱいいんでしょうね。この皮が薄いって話ありましたけど、もう見るからにソールとかもね、いわゆるそのゴツゴツのソールじゃなくて、ちょっと軽めのね、柔らかいソールなのかなと。オーダーシューズか。で、これオーダーした時のね、おそらく、デザインの希望の表画なのかなっていうのがあるんですけど、ちょっとこれ見ていただくと分かるように、この赤のラインが、これも本来入るべき切り込みっていうところかな、ラインなんですけど、それをなくして、ここに、ベージュって書いてあるね、
白というよりそこの帯状のねそういうのが入るというところで、スポーティーだけどちょっときれいめな感じで、これ今後ねこう履いてって、例えばこのソールが削れてってね、ちょっとこうヒールを積んだようなカスタムとかねしても面白いと思いますし、年を取るにつれて靴もねどんどんこう姿が変わっていきますので、そういったところも含めてね、楽しめるのかなと思いますね。あとやっぱりオーダーシューズっていいですね。それで作ったものをちゃんと履いてお手入れして、で経年変化していく、これ以上ない遊びですよ、大人の。こんな贅沢な遊びってないと思うんで、いやすごいな、これをしかも20歳でっていうねはい、ということですね、鬼レモンさんですね、ご投稿ありがとうございました。では続いて、健太さんですね、ご投稿ありがとうございます。2足、いただいてまして、どちらもレッドウィングです。8083と8813というところで、以前勤めていたロープの製造会社でワークブーツとして使っていましたと、どちらも魅力的なものに仕上がりました。8083の方は4年ほど、8813は約3年ほど履いています。これからも履き続けますということで、ちょっとね、こちらはだいぶこうワークな感じになってます。で、2足ね、一緒にこれ写ってるので、こちらです。はい。これ、アイアンレンジャーの方、これもしかするとこれ、多分そうですよね。紐をこう後ろに通して結んでたのかな。このアート的に。ちょっとこの、もうつま先ね、もう説明不要ですけど、リアルワークなエイジングですよ。これがワークブーツだよっていうエイジングをしてますね。僕なんかは特にそうですけど、一つこうファッションアイテムとして、それから経年変化を楽しむアイテムとして、靴をね、こう履いてますが、道具として本来そのワークブーツが持つ使命って何だったんだっていうところをこううまくこうね、表現というかもはやもうそうなってるという感じですよね。意図的なものではなく、生活の中で、仕事の中で、こういった形に行き着いたという感じなのかなと思います。いやー、雰囲気あるなこれがね、ヴィンテージなラックにポンと置いてあるだけでもう様になりますからね。いやー、この汚れとかね、このつま先ね、これ油分とかかなわかんないですけど、こういろいろね、ついてると思うんですけど、それがこう、なんていうかな、様になる、そしてそれを履いて様にできるというのが、やっぱり理想なのかなと思いますね。男のファッションの。でそして右側ですね。これなんだろう、僕これ初めて見たんですよ。この右側の8813かな。ちょっとググりますわ。はい。で、この8813ちょっと調べたところ、クラシックラウンド2モデルのカッパアビレーンラフアウトレザーという、革ですね。だから系譜としては、9111とかと同じなのかな。レザーのね、材質は全く違うものではありますが、かれこれ3、4年履いているということで、やっぱりこのラフアウト系の革って基本的には、経年変化が見て取りにくい部分も、やっぱあるんですよ。いわゆる茶芯とか、それからブラウンのね、ヌバック、それから普通にオイルドレザー、あの辺と比べると、どうしてもちょっとこう、艶が出るわけでもないし、その艶の深みがっていうのも、正直ないんですけど、ただね、やっぱさっきも言った通り、リアルワークの、その環境下で入ってきたっていうところもあって、つま先ですよね、主には。まだくるぶしの部分とかはね、そこまでこう、バチバチにっていう感じではないんですけど、パッと見は。実際現場で使われていた風格っていうのがね、あるので、いや、これはこれで一ついいなと。ともすればね、いわゆる汚れなので、早く落とさなきゃっていう風に、なりがちなところではあると思うんですけど、これはこのままでいってほしいなと思いますね。これ多分両方ともこれソール交換してるよね。多分そうですよね。一応この8813もさっきちょっとググったら、いわゆる、9111と同じような系譜なんで、後ろのトラクショントレッドがちょっとついてるもの多いんですよね、画像。これ違ったらちょっと申し訳ないんですけど。で、もう一個アイアンレンジャーに関しても、これソールね、なんかごっついなとは思ったんですよ。と思って。多分これ交換してるんじゃないかな。これダブルステッチだもんね、両方ともよく見たら。そこも含めてこれ技ありなアイテムですね。上のね、その汚れとかそういう風合いがすごいので、それにやっぱ負けない、ちょっとカスタムも必要なのかなと。このダブルステッチのね、ちょっとごつめの、ただそんなにゴリゴリではないというかね、そんな、ソールをね、搭載しているというところで、いや、いいな。リアルワークには勝てねえか。これにこう、ね、すごく色落ちしたね、デニムとかと合わせて、無造作にというかね、履くっていうのが、やっぱ一番渋いのかなと思います。はい、ということでですね、ご投稿いただきました、健太さんですね、ありがとうございました。はい、では続いてですね、最後ですね、リュウさん、ご投稿ありがとうございます。
ユアブーツ投稿いたします。フクロウさんの9111に憧れて自分の好みも取り入れた派生系9111とでも言いましょうか。カスタム内容はレザーソール、ドクターソウルトップリフト直付け、トゥースチール、ウェルト交換、小刃幅ワイド化、ダブルステッチ以上の内容です。フクロウさんの9111に憧れてのカスタムですから、アッパーはラフ&タフの毛羽立ちをクリームで寝かせています。最近はカッサ棒で押さえながら磨いたりもしています。見た目的には気に入っているのですが、やはりレザーソールは雨の日には滑ります。ハーフラバーを貼ろうか悩んでいますが、それは本末転倒なのかなと今は踏みとどまっています。で、カスタム内容追加です。ソールはミッドソール 3mm 入れてあるので、レザーソールと合わせて厚めなソールにしてもらっています。カスタムは地元広島のペンタさんにお願いしましたということで、非常にちょっとありがたいんですけど、恐縮というかね、僕の持ってる9111ですね、一番のフル株で、このチャンネルでもね、もう何度も登場してきた靴なんですけど、それを見ての、カスタムというかね、していただいたというところで、非常に恐縮なんですが、ちょっと持ってこようかな。こちら、9111ね。僕が持ってる靴すべての中で一番のフル株になるわけなんですけど、これをね、見て、意識して、カスタムしていただいたということで、正直、上位互換です、これの。僕は当時何も知らずにね、ABC マートにお願いします、ポンってこう出しただけなんで、ほんと普通のね、ただのベックマンソールなんですけど、ちょっとこれを超えるね、9111が出てきたということで、じゃあ早速見ていきましょうか。ちょっとこれ置いてきますね。はい、ということで、いただいた画像ですね、こちらです。はい。いや、かっこいいよな、こっちの方が。ってちょっと思っちゃうんですけど、はい。で、ちょっとね、さっきも読み上げましたが、おさらいすると、結構ね、ゴリゴリにカスタムしてるんですよ、ここで。内容としては、レザーソール、まずレザーソールであるということ。で、ドクターソールの、トップリフトを直付けしている。で、トゥースチールがついてる。で、ウェルトを交換し、小刃幅をちょっと広くワイド化していると。で、ダブルステッチ。で、さらにそこに加わるごとに、ソール、ミッドソール 3mm 入れてると。なんで、ちょっとこうごつい印象にしたかったんでしょうね。ただそれ気持ちよくわかるのが、結局その9111自体のラフタフで、かつクラシックラウンドの形で、正直存在感が半端じゃないので、ソンジョソクラのそのソールだと負けちゃうというかね、印象としてその上の印象が強くなっちゃうんで、なんというかこう個性を出したいなら結構強めに出さないと負けるんですよ。っていうところで、さっきのね、もうモリモリ具合ですよ。で、これ見て分かる通り、まずダブルステッチがね、こうパッと見分かるわけですよ。で、ソールのね、写真もいただいてまして、こちら、ドクターソールの直付けのリフトに、このレザーソールのトゥースチールというところで、ちょっとこう、綺麗めというかね、ちょっとクラシカルな印象になってますね。もともとがね、白のトラクショントレッドだったと思うんですよ、9111って。そうで、しかもトラクショントレッドの靴って、トラクショントレッドにカスタムし直すことはないんですよ。カスタムっていうか、付け直すことは。なぜかみんなやっぱり、ちょっと綺麗な雰囲気の方にやっぱ行きたくなる。これの気持ちは非常によくわかるんで、僕もね、ちょっと削れたぐらいの頃は、変えるならベックマンソールとかだな、ぐらいに思ってたんで、横から見るとね、ちょっとこの曲線美っていうんですかね、このソールの、綺麗ですよね、これ。プロの技だよなと思いますよ、これ、本当に。ちょっと後ろから見た画像ですね。ちょっとこのね、ヒールを積んでる感じというか、これが合いますよ、やっぱ9111は、このスタイル。で、すごく僕の911をね、見てこう、やってくれたってことだったんですけど、パッと見で思ったのが、靴三昧さんが持ってる9111も、確かダブルステッチのドクターソウル、ちょっとこれとはまた違うんですけど、そう、に似たカスタム、確かペンタさんとかでやっていただいたって言ったかな、とだったんで、形としてはね、そちらにも近いのかなとは思うんですけど、やっぱこのアッパーのね、これですよ、このツヤなんですけど、いわゆるコードバンとか、それからガラスレザーとかとはまた異なるこのツヤ感、これってラフタフの毛足が根切って、でその上にちょっとこう油分のねコーティングっていうんでしょうか、それが出ないとならないこのツヤ感、独特なんですよ、すごく。これ画像でとか映像、僕もこれなるべく近くで見せたりしますけど、ではちょっとこう伝わりにくいのかなっていうところなんですよね、なかなか。そうなんでちょっと難しいところであるんですけど、あれはねハマりますよ。正直ラフタフって派閥じゃないですけど、ツヤなんて出したらダメだろ派と、
や、ツヤツヤなのがいいじゃんっていう派で、結構はっきり分かれるんですけど、これに関しては僕2足欲しいと思ってて、ツヤ全く出さなかった世界線のラフタフと、今の9111と、そう、どちらもやっぱりね、変え難い良さはあるんで、そう、なのですごくこう不思議な革だなと思います。これね、ツヤはあるんですけど、どこか油分のムラがありつつ、なんですけど、テッカテカにはならないんですよね。まあ僕のちょっとなっちゃってるんですけど、部分的にやっぱりまだ、いわゆる肝革だった頃の痕跡が残るっていうね。だから、ツヤのコントラストみたいなのが生まれるのが、ちょっと不思議なんですよ、この革。そう、なんで、ちょっとこういったカスタムをしてね、で、第2、第3のね、形態をどんどんこうシーカーさせていきつつ、ちょっと経年変化を楽しむという良さがあるので、だからコスパいいですよね、この靴、本当に。めちゃくちゃ楽しめる一足だと思うので、まあ、ちょっとこの先もね、気になりますね。さらにこう履き込んでた時が。はい、ということですね。リュウさんご投稿ありがとうございます。いやー、すごくいい靴を、ね、今回見せてもらえたなという感じです。はい、ということですね。まあ、実質第4回ではあるんですけれど、まあ、2026年バージョンの Your Booth では第1回というところで、3名の方にね、ご投稿いただきました。まあ、今回もね、まあ、粒揃いというか、まあ、毎回そうなんですけど、ただこれをやっぱり、あの数をやると思うとね、尺を考えるとなかなか喋れないってところもあってね、今回ほどこう切り込めなかったんですけど、まあでもこうやってちょくちょくね、やっていくので、YourBoots。まだ投稿しないよって人、ぜひ、X だったりね、インスタの DM から、送ってみてください。レギュレーションに関しては、概要欄に、すごい質の方なんですけど、書いてあるんで、常設してあるんで、それ見てね、ぜひ、やってみてください。はい、ということでですね、この YourBoots の企画は今年の、大晦日まで継続いたしますので、ぜひお送りください。いいなと思う人、高評価、そしてチャンネル登録お願いいたします。バイバイ。